あ、お疲れ様です。おめでとうございます。おかげさまで新十両に昇進することができました。ありがとうございます。めちゃめちゃ硬い今あれ記者会見終わり。記者会見してきました。はい、緊張しました。緊張しましたどんなこと聞かれたんですか？いろいろ聞かれたんですけど、やっぱ関取はみたいな感じで、関取呼びだったんで、実感が湧いてきました。名前はどうなるんですか？名前は見立ていきます。今の段階では、はい。変えないですね。まあいただけるのなら嬉しいですけど、はい、幕下4枚目で、はい、まあ重量圏内にいるところから1戦目が、ちょっと負けちゃったじゃないですか、はい、あの時ってどういう気持ちだったんですか？そうですね、まだ、自分の中の最低ラインは 5番だったんで、まだまだみたいな、切り替えればいいかってぐらいだったんですけど、で2戦目またちょっと負けちゃったじゃないですか、はい、その時はちょっとやばい、さすがにやばいなってなんか思いましたね。きつみたいな。へこんだ。へこみましたね。それはなんかいつもの縄跳びルーティンが失敗したとかそういうことじゃない？そういうことじゃなかったですね。しっかりそういうルーティンで、1回目負けたんでとりあえず、変えたんですけどちょっと、細かいこと、それ負けたんでどうしようかなみたいな。はい。でやばいなと思いながら、はい、さっきの話だと2敗だからもう後がない。そうですね。はい。で3戦目、勝ってやっぱそのルーティンですよね。勝った瞬間から前の日のルーティンになりました。3日目のルーティンをずっとやっていくみたいな。やっていくって感じです。場所前はその取り組み前の前日。例えばどういうことがあるんですか？それ勝った日の前日は、水風呂あるじゃないですか、20分ぐらい使ってたんですよ足だけぼーっとしながら、そしたらなんか足がなんかちょっと軽くなった気がして、いけるかもなと思ったらいけたんで、その次の日からもう足だけ水風呂20分使ってましたなるほど、それやったらもうそうです。で3、4と勝って、5も勝って、その辺ぐらいからあれはちょっといけるかもみたいな。いけるかなとは思って、このままいけばっていうのは思ってたんですけど、で6勝って6勝った後はこれは入れ替え戦だなみたいな感じだったんですか？勝ち越して、そうですね、やっぱいろんな見てたら、入れ替え戦組まれる可能性あるみたいになってたんで、これあるなと思って、で千秋楽にそうですね、はい、入って、で上もいい感じになんかあれだったんで荒れてたんで、勝ったら重量みたいな感じで、行くだろうなって思いながらやった最終戦、どうでした？相手重量方やっぱ全然重量戦初めてだったんで、全然やっぱ違いましたね、雰囲気が。もうお客さんの数も違くて、所作も違うんで、緊張したんですけど、落ち着いていけたかなと思います。なんかでも見てて思うのが、こけるかもって思ったところで全然こけないなっていう。なんか足出てたっす。足出てた。はい。軽かったんですよ。やっぱ意味あるんかなと、アイシングがその水風呂の足が動いた。なんか軽くなった気がして、踏ん張りやすいみたいな。で最後勝って、これはもうそうかなっていう感じでした。いや確信はしないんですけど、やることはやれたかなっていう、とりあえず5番勝つで、あとはその運次第なんで、待つだけだなって。そうです。でね、その花道帰って行って、そこら辺もちょっと映ってたんですけど、途中からめっちゃ笑顔になるじゃないですか。気引き締めてたんですけどね、やっぱ師匠がこう笑顔で待ってくれたんで、出ちゃいましたあそこさすがに切り抜かれると思ってなかったんですけど出ちゃいましたね。で親方がその出口で待ってくださってて、どういうやり取りをしたんですかね？おめでとうって言われて、握手してありがとうございます笑顔で、もう師匠も言ったんで、もうそのあれだけです。それだけです。はい、そうです。でもああいうシーンなんかあんま見ないです。見ないですね。はい。ですよね。嬉しかったです。だから、親方とはそこの花道のやり取りだけですか？なんか他にしました？前日に勝つ入れてもらいました。
どういうふうに？もう自信持っていけなさいって言ってもらって、逆に吹っ切れたというか緊張したんですけど、まあ、やってやろうという気持ちになりました。おかみさんとかはやり取りするもんなんですか？いや、してないです。はい、今会ってからちゃんと直接報告しようかなと。ああ、なるほど。あ、そっか、まだ今正式に決まってまだ誰かに報告とかはしてない？まあしますか？親御さんに報告。はい、します。はい。お疲れ様でございます。おかげさまで重量昇進できました。まあちょっと今ネットニュースも見てたんで、まあ上がったなとは思ったけど、本当今日のところはな、本当おめでとうで、まあいいと思うけど、ただ本当に多くの人にね、支えてもらって昇進してもらったわけだから、はい。本当そこちゃんと感謝しなくちゃダメだよ。はい。特に本当親方とかおかみさんなんかは十分なる環境を整えてもらって面倒見てもらった上で上がらせてもらったんだ。はい。ちょっと本当そういう人に支えてもらった感謝して、はい。特に親方にはね、本当入門決めた後大怪我してね、今後の将来設定見直すしかないと思ったけど、本当入門前なのに一番親身になって支えてくれたのは親方とおかみさんだから、そういうところはちょっと常に頭に入れて行動して、本当に多くの人に支えられてやって、もう今回会場もね、もう俺言ったけど、親の俺たちよりね、大きな声で応援してくれてる人いっぱいいたから、はい、そういう人がっかりさせないように、はい、本当お前たちスポーツ選手は本当結果で返していけばいいから、はい、本当自分のために努力して、もう本当自分のために努力するのはそんな難しいことじゃないから、はい、それは結局自分に見返りとして返ってくるから、そんなに難しいことじゃないから、自分のための努力っていうのは、はい、だから今の環境は本当大輝のために努力してくれてる人いっぱいいるから、はい、本当結果で返していかなくちゃなんだよ。はい。まああとちょっと私生活ね。これ本当にまだ社会人に出て、まあ、短いから、まあ、そのまましっかりやってるとは思うけど、本当人を見極める力っていうのはまだちょっとそんなについてないと思うから、はい、本当いろんな人ね寄ってくるから、本当そういうのはその行動面で私生活でその人からね好かれるようなことないよ、はい、相撲以上に脇締めて私生活では、自覚を持ってやってください。はい、ありがとうございます。はい、頑張って。頑張ります。お母さんにもよろしく、お母さんにもよろしく伝えといて、まだかけるけど。分かった。はい。じゃあまたね。はい、ありがとうございます。失礼します。はい。いつも通りです。はい。通常運転です。通常運転です。まあ泣いてましたけどね。あ、泣いてたんですか？お父さんお母さん。それは決まって千秋楽終わって、外出たらいて、あ、そうなんですか。そこで知ったんですよ、僕も。実は見に来てて、泣いてましたけどね、2人。今なんかすごくね、いろんな人のことを考えておっしゃってたけど、もう感情はもう爆発されてるっていう。そうですね、もうだいぶもう喜んで2人3人で、もう父親ももうスーっていうそのモード入ってます。もっと頑張りなさいってそのモード入ります。でも3人で盛り上がりましたけど、お母さんとお父さんと。いいお父さんですね。そうです。お世話になってます。なりすぎてるんです。はい、めちゃくちゃ。でもそういうお父さんあっての感じはしますけどね。三田関の。もう調子乗らんように。それが一番です。まあ全然お給料も変わるじゃないですか。そのまとまった重量としてのお金が入ってきたら、まずこれは買いたい、誰かにしてあげたいみたいな、そういうものってあるんですか？まあなんか親に買いたいです。ご両親に。はい。まあ生活、私生活で結構使えるものっていうのを買ってあげたいですね。考え中ですけど。ベンチプレスとか。いやベンチプレスはもう家にあります。あるんあります。あるんだ。家にベンチプレスあるんですか？ベンチプレスありますよ。新しいプレートを買って。いや、プレートはもういっぱいあるんですよ。あ、そうです。はい。どういうものをあげたいとかなんかあるんですか？まあ入門した時から決めてるものあるんで、もし重量上がったらそれ買おうかなと思ってます。ご両親に送りたいものとして決めてるものがあります。ある。はい。なるほど。上がったら、上がったんで。嬉しいですね。言っちゃおうかなと思います。それ何かは言えないです。それはもう内緒で。そうだ、じゃあもう個室に移動ってことですかね。個室です。
どうなるんですかね、部屋って。いや、まあこの辺はまだ分かってないですけど、まあとりあえず個室ってなりました。そのお部屋のみんなとのやり取りとかはなんかどういうことをしたんですか。決まってなんかこんな LINE がやり取りしたとかなんかあります。いや、まあ、おめでとうございますみたいな LINE は入ってましたね。まだ返せてないんですけど。お部屋で3人目の関取ですね。なんかまあでも言っても個人戦なんで個人のことだとは思うんですけど、部屋をこういう風にしていきたいとかなんかあったりとかします。やっぱ自分がもっと上上がってどんどん盛り上げていきたいです、部屋を。若い子のものを教えたりともしていきたいです。個人としてはどういう風になっていきたいですか。まあスタートラインだとは思うので今が本当これからが勝負なんですけど、まあどんどんとりあえず本当一人前の力士になりたいです。まあまだまだなんで、もっと完璧な人いっぱいいるんで、私生活も全然ダメなんで。そうなんですね。そうです。とりあえず一人前の力士になりたいです。って言われるようになりたいです。ずっと応援してくださってるファンの方々、このまあ YouTube を見てくれる方々に何かを向けて一言もらっていいですか。そうです。おかげさまで十両昇進することができました。いつも場所での声援ありがとうございます。すごく力になってます。これからも、来場所からまた頑張るので、たくさんの応援よろしくお願いします。はい。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうございます。はい。3人目ですね。そうですね。ありがたいです。はい。なんかそのまあネットとかでも見ましたけど、やっぱ最後なんか握手。やっぱ緊張してるでしょうから、まあしっかりちゃんとしっかり、花道でねという思いを言いましたけど、はい。やっぱ実績があっての方じゃないですか。やっぱ指導者としてのプレッシャーみたいなのもやっぱあった。もちろん大学でね活躍してる子なんで、まあ廊下の時同様ね、すごくまず最低限のねその重量関取に上がらせることがねまず私の役目だと思いましたし、ここから後ね本人努力してさらに、積み重ねてくれたらなと思いますけどね。まあ一番最初ね最低限のことは。まずスタートラインとして、ね、立たせることができたかなという思いではすごく安心しています。はい。部屋としてもどんどんなんか上がっていってる感じが見ててあるんで。そうですね。まあ同時期にね3人っていうのはなかなかねやっぱできないことですし、私も当時入った年の差し比べると本当多かったんで人数が最初から。そうですものねやっぱ今からね自分で師匠になって思うけど、本当一人関取ね誕生させる大変なことなんで。本当に今3人同時期に、こうね、指導できるし一緒にみんな戦うっていうのはね、すごく嬉しいと思ってます。はい。三田関にはどういうふうなお相撲さん力士になってもらいたいですか。独特のね相撲で自分の距離感持ってるし、相撲感、運動神経もいいので、まあそこを僕はあえて変える必要もない指導することもしてないので、それが通用するためにはやっぱ縦の力でぶつかり稽古どんどんね、そういう縦の力つけてやるとねどんどん効果的になるので、そこだけを気をつけて、やってます。それをどんどん伸ばしていきたいと思ってます。なるほど。わかりました。じゃあまた4人目5人目の関取が出るの。そうですね。今やっぱり三田入ったことでねすごくみんな俺もっていう気分でさらにみんななってるんで、まあ本当すごく三田もね面倒見がいいので、まあ狼雅三田とね私がいなくても任せられる存在なので、しっかり4人目5人目が誕生させて、まあみんなねこうね同じ景色見られるようにさせていきたいですね。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。これうまいっすね。うまい。柔らかいです。美味しいです。うまっ。美味しい。トレビアン。美味しいです。美味しい。嬉しい。ビタミン C ですね。お疲れ様でした。